ゲームやアニメの歌をたくさん歌っております。歌うたいの伊藤かな子でございます。よろしくお願いします。まずはポーランドへの旅ですね。直行便ではなくヘルシンキ経由で来ました。それで飛行機がちょっとだけヘルシンキに着くのが遅れまして、その乗り継ぎでね、ヘルシンキの空港で走ったりしてちょっとドキドキしましたが、無事に乗り継ぎできまして、ワルシャワに着くことができまして、本当にほっとしましたね。でそれから兄祭りの雰囲気ですけれども、すごくね、なんかこうアットホームな感じで皆さんがそれぞれにすごく楽しんでいるのが分かりまして、楽しかったです。楽しい雰囲気というのが分かって嬉しかったです。でそしてライブね、昨日ね10時半という夜の10時半という遅い時間でしたけども、皆さん来てくださりまして、しかも私が日本語で何か言っても全部分かってもらえるというね、不思議なこう空間を体験いたしました。そして私が担当しているゲームやアニメの歌をみんなねこう歌っているのが見て分かりましたし、シュタインズゲートだったりね、いろんな作品のこう混ぜ混ぜセットリストでお送りしたんですけども、みんなが歌ってくれて本当に楽しかったです。ありがとうございます。まずはちょっとそのきっかけの世界線の分岐点、ちょっと遡ります。私が16歳の時、ハイスクールだった高校生の時に、それまで私はスポーツ少女でした。バレーボール選手でした。なんですが高校に入った時にデザイン系の高校だったため、バレーボールはできませんと言われました。その時にクラブ活動がしたかったので選んだのが軽音部だったんです。皆さん軽音わかりますよね。軽音っていうアニメあるでしょ。軽音部に入ったのがそもそものきっかけでした。でもそれまで私はすごくシャイな女の子だったので、私にボーカルをやらせてくださいとは言えませんでした。そこで私は日本のロックバンドレベッカというバンドのヒット曲「フレンズ」という曲を高校1年生の春の遠足の時にバスの中で歌いました。恥ずかしいけどそこは頑張って歌いました。そうしたら軽音部に入った時にボーカルに推薦してもらいました。ボーカルはかなちゃんがいいよってクラスメートが言ってくれました。そこが始まりです。そこからずっとボーカルとして歌い続けております。嬉しいことに。そしてゲームの歌を歌うきっかけになったのは、このミュージシャンつながりでニトロプラスのサウンドトラックを任されているジズスタジオというチームの社長の磯江さんと知り合ったことがきっかけです。最初は仮歌でした。仮歌わかるかな。本当に歌う人はもう他に決まっていて、でその人のレコーディングのためにガイドボーカルとして私はその1曲録音したことがありまして、でそれで結局は私が歌った方がゲームに採用されたりっていうことが起きまして、そこからそのチームとニトロプラスのキャリアが始まりました。でそこからいろんなブランドからも歌いに来てほしいなっていうオファーを受けるようになった始まりでございます。言えますね。まずその2個目の質問で、もちろんシュタインズゲートが世界的にヒットしてくれたおかげでこうしてね、アニ祭りだったりとか日本以外の国のお祭りにもゲームやアニメのお祭りにも呼ばれるようになって、本当に良かったなって、ヒットしてくれて本当に良かったなっていうのはあります。それでね、1個目の質問に戻りますと、シュタインズゲートというのは科学アドベンチャーシリーズの2作目なんですよ。2作品目なんですよ。だから最初からシュタインズゲートじゃなかったわけなんですね。その前の作品「カオスヘッド」っていうのが科学アドベンチャーシリーズの始まりの1つ目の作品なんですけど、そこで5PB チームとメイジスチームとニトロプラスチームがタッグを組んで始まった作品だったんです。でその時にすでに私はニトロプラスのブランドのね、ニトロプラスの歌をたくさん歌ってましたから、
そこでニトロプラスチームとしてカオスヘッドに参加しました。でそこで主題歌は原案者である志倉千代丸氏が作り、原曲を作り、でアレンジはこの実チームが作り、でそれの歌は伊藤かな子が担当するというそういうね三角関係で始まったんですね。そしてその時系列で全部つながっています、科学アドベンチャーシリーズって。だから1作目のカオスヘッドのキャラクターが2作目のシュタインズゲートにも出てきたりします。でその後のロボティクスノーツ、カオスチャイルド、シュタインズゲートゼロ、そして新作のアノニマスコードまで全部オープニングを担当するというね旅の始まりだったわけです。そこで2作目のシュタインズゲートがアニメ化されてみんなに見てもらえるようになって、カオスヘッドももちろんアニメ化されたんですけども、やっぱちょっとダークすぎたんだなきっと、シュタインズゲートに比べると。でシュタインズゲートが本当にゲームもアニメも大ヒットしてくれたおかげで本当にいろんなお祭りに参加することができて本当に良かったです。ありがとうございます。ですね、まずビジュアルノベルゲームですね。やっぱりシュタインズゲートがよくできてるなって思いますね。ただ私ビジュアルノベルの歌をたくさん歌ってますけどもいつもつまずいちゃうんです。ループにはまっちゃうんです。いつも同じまた同じだって言って、だから作った人に聞きに行きます。すいませんどうやったら先に進めますかみたいな感じで。なんでインターネットにねきっと攻略方法がねアップされるんですけど、お客さん買ってくれたお客さんそれを見ながら読みますなかなかトゥルーエンディングにトゥルーエンディングの曲、私の歌う曲が聴きたいんですけどなかなかたどり着けないっていうね、難しいんだけどでもそれがね面白みでもあるんだなって読むたびにね思ったりとかします。でもちろんそれがアニメ化されてシュタインズゲートはやっぱり特によく長い話をゲームがね何十時間もかかるわけですよ、トゥルーエンディングまでにね。それをほんの2クールでねあそこまでまとめ上げるのは本当何回か見てるんですけど、何週かしてるんですけど何回見てもよくできてるなっていうふうに思いますね。でちゃんとそのゲームの原作をちゃんと理解してるというか、原作が大好きっていう人が作ってるんですよ。だからねそれが伝わってくるので本当にかっこいい作品だなと思います。そしてビジュアルノベルゲームは苦手ということですね。私なかなか進まないということは苦手なんですけども、元そのバレーボーラーというのもありアクションゲームなら得意なんです。でアクション RPG のモンスターハンターは今なんだっけスイッチのゲーム機持ってますけど、スイッチはモンスターハンター専用機ですそんな感じです。私はねもう本当ねジズスタジオ経由でつながりでそのゲーム制作に関わる曲を担当している方とつながりまして、で私のことを知ってくれていまして、なんでご指名を受けて歌ったという経緯でございます。はい、でそのプロジェクト自体は私は存じ上げなかったんで分からなかったんですけども、この歌で参加でき、そしてすごく人気があるっていう話も聞いて、まさかポーランドでその質問を受けるとは思いませんでしたなんかちょっと嬉しいですね。ありがとうございます。はい、着いたその日にコンサートの前日でしたので、すぐにホテルにチェックインする前に旧市街だったり、あと宮殿のお庭だったり連れて行ってもらいまして、まあ美しかったですね。で旧市街の中のレストランでピエロギ食べました。よしこれでポーランドね来たからには食べなきゃいけないもの食べれたぞっていう感じで美味しかったです。本当にありがとうございます。多分これこの記事が上がる頃にはもう日本では発表されてると思うんですけども、シュタインズゲートが今年15周年なんですね。ゲーム最初 XBOX360 バージョンが発表されてから15年ということで、日本では10月にシュタインズゲートだけのコンサート開催いたしますね。
オールキャスト、声優さんたちもオールキャスト主役の皆さんが出るそうです。で伊藤さんはまだこれからね、シュタインズゲートのどの曲歌いますかっていう段階ではあるんですけれどもね、そのタイミングでもし日本に来てね、そのコンサート皆さんも見てもらいたいなって思ったりします。そして私のこのオリジナルソングをね作るプロジェクトもたくさんあったりしましてですね、ライブの企画もたくさん作っていきたいなと。このコロナがね明けてみんなお祭りにね来てくれ始めましたから、だから楽しい音楽会をもっともっと見てもらいたいなと思います。はい、もう本当にねコンサートとサイン会と、あと少しだけでしたが CD の物販もねさせてもらって、直接ねお話しすることができて、皆さんねこう日本大好きと思ってくれてるんだなっていうのがすごく伝わりましたし、そして私の担当するゲームやアニメをねたくさんプレイしてくれて見てくれているってことが分かりましたし、そしてね今回のアニ祭りチームが私の歌う曲を全部選んでくれて、そして曲順まで決めてもらって、でその通りに公演やったんですけれども、この皆さんにお会いしてそこだったかっていうことも分かりました。その作品が好きだったのねっていうこともね分かったりしましたので、またね次回ね呼んでいただきましたらまた違うセットリストで歌いたいななんて思いましたね。なんでまたぜひ皆さんにお会いしたいです。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。